はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回はハイリスの 1DT モデル MS1 ギャラクシーです。ギャラクシーいいよってコメントもらったのがきっかけで昨年12月に買ってあったんだけどレビュー依頼が多かったのですっかりレビューが遅くなっちゃった。ハイリスといえば割と最近レビューした MP145 が良かったですよね。お高めモデルだけど広がりが半端なかったね。ギャラクシーはエントリーモデルだよね。第一印象はどんな感じ？定域しっかりしていてなかなか良かったよ。パッケージ内容はこんな感じ。イヤーチップは1種類で必要最低限ね。マスコットキャラがいるねー。りんちゃんって言うんだって。かわいいね。また張り合おうとしてるんでしょ？そんなことないわよ。眼中にないもの。ほー、すごい自信だわ。価格はありの方が安いのね。2000円台。クーポンついてるから Amazon でも2000円台で買えるようだけど私は2000円切るぐらいで買えたんで価格変動してるね。そうなんですね。次は外観です。ガラバリは4色でジャックさんはブラックを買ったんですよね。そうだね。光の当たる角度でフェイスプレートの色合いが変化するのはなかなかいいけど作りそのものはそんなにコストがかかっていない感じだね。エントリーモデルだからね。サイズは一般的で特筆するようなことはなく重さも片側 3.8g でかなり軽めです。コネクターは 0.78mm にピンタイプです。ドライバーは 10.2mm ダイナミックタイプ PU プラスピーク複合ポリマー振動板が使われてる。まあオーソドックスなタイプと言っていいんじゃないかな。ではここからは波形を見ながら進めましょう。全体で見ると結構どんしゃりで低域がやや強めなバランスなのでできるだけ高域も確保したいなと思ってセドナイヤーフィットライトを装着してみたんだけどちょっと音が遠く感じた。珍しい結果ですかね。なので軸は短めの方が良さそうだと思って TRN Tips や TAPB を試すと音の遠さは消えた。リバイナスベルベットも試してみたらこれもなかなかいい。今回は長期レビューを兼ねて音収録と視聴はベルベットにした。でもバンドルイヤーチップも出方は悪くない感じだね。次は他モデルとの比較ね。1DT で見た価格、そして最近のモデルでピックアップしてみたよ。KZ-EDX Pro X はこのチャンネルでの単独レビューはまだだよね。そう、近いうちに EDX シリーズのまとめをやろうと思ってるからそこでのレビューになるんじゃないかな。一方 7Hz02 は低域が強めで中域はあまり減衰させずギャラクシーとの比較では 50Hz 以下は EDX Pro X の方が緩い減衰ですね。ただ 75Hz あたりから 300Hz ぐらいまではギャラクシーが強いのでギャラクシーの低域って結構強く感じるんだよね。その代わり 500Hz 手前から 4km 付近までの出方が控えめでサウンドチェックでどう違って聞こえるかはポイントになりそう。7km 付近から 10km あたりまではギャラクシーが一番出ているのでここだけ見ると高低のバランスは取れているようで結構どんしゃりに見える。というわけでこの3モデルでのサウンドチェックになるよ。音質調整の基準はギャラクシーね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。And him making love in the corner.
はい、サウンドチェックでした。ギャラクシーの 500Hz 手前から 4km 付近までの控えめな出方がサウンドチェックで結構感じ取れたんじゃないかな。実機での印象もほぼ同じ。愛は ETX Pro X のバランスが好きですね。かなりはっきりした質感で主張が強いよね。02はインストのメロディーもボーカルも出方としては2モデルの中間的存在。ただ02のバランスは低域寄りで高域はやや控えめ。あ、実機での聴き比べはナイス HCK グレークラウドにリケーブルしてる。じゃあ聞いた印象ね。低域はぼわつくことなく輪郭ははっきりしていて聞きやすい。メロディーやボーカルは最近聞いた中ではかなり引っ込んだ感じなので、メロディーをしっかり前で聞きたい場合は不向きかな。じゃあギャラクシーはあまり良くないの？それは聞く人次第だね。この帯域がもともと聞き取りやすい人にとってはこのぐらいの出方でいいだろうし、このチューニングを基準として毎日聞いていると慣れちゃうんじゃないかな。出方は確かに控えめだけど、ながら聞きのようなシチュエーションでは少しボリュームを下げても低域は残るし、中高域が耳障りにならないので長時間聞くにはいいと思う。高域はどうでした？ 6キロ過ぎから急に持ち上がって7から10キロぐらいまでしっかり出てるんで、線は細いけど高域の存在感はあるよ。全体としてどう捉えたらいいですかね？そうだな、あっさりした感じなのでちょっと落ち着きたい時とかにいいんじゃないかな。音数が少ない曲では中高域のあっさり感はさほど気にならないし、音数が多い時にはごちゃごちゃしにくい分聞き疲れしにくい。 EDX Pro X のように主張が強くない分ギャラクシーの使いどころはあると思ったよ。ただ音楽制作のモニターとかにはこのバランスだと不向きだね。なるほど、愛の印象は間違ってなかったかな。間違ってないと思うよ。 EQ 補正するとどうなります？こんな感じになるかな。4ポイント補正してるけど、サブスクアプリなどのグライコだったら2キロ4キロだけ少し盛ればいいと思うよ。同じ 1DD モデルでもチューニングで雰囲気は大きく変化し、今回はそれぞれの特徴がよく出ていて、ギャラクシーの特徴を把握するにはいい比較だったと思います。特徴はお伝えできたと思いますので、この傾向がお好みであれば検討してみてもいいと思います。ということで、ハイディス MS1 ギャラクシーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。